今回は冒頭で一つ取り上げます。ネットの反応に物申す一つ目。1500W という数字の意味、装備表だけ見ていると気づきません。防災という文脈で読むと重みが変わる一点です。ちょうど自分の活動をする千葉市でレベル5の大雨が降って朝まで停電。さらに近所では道路に水が溜まって不動車が道で止まっている。駐車場も水浸し。それ考えるとね、1500W の給電ポートがあるからといって自宅で全てを補えるわけじゃない。少なくても当日から翌日は車ごとどこかに避難しなければならないです。そうしないとね、もうほんと車ごと水没して終わり。なので 1500W の活用法は日頃から考える必要があるなって気づきました。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今回はハリアーの2026マイナーチェンジを取り上げていきます。変更点だけだったら5分で終わる話なんですけれども、今回も中盤以降にコンテンツが詰まっています。それでは価格や変更点を駆け足で見ていきます。一番大きな変更はパワートレインの整理。2リッターガソリン、それから 2.5 リッターの PHEV。この2つが今回廃止になりました。残ったのは 2.5 リッターのハイブリッド、HEV の一択です。そして今回の目玉として AC100V、1500W のコンセントが全車標準装備になりました。で、グレード構成、すごくシンプルになりました。ベースの G があって、Z があって、Z レザーパッケージ。すべて HEV で 2WD と E4 が選べるという並びです。気になる価格は G の439万円から最上級の556万円まで。全グレード一律で約10万円の値上げとなりました。ガソリン車がなくなっちゃいましたから、実質的にいくら上がったかっていうと、70万円ぐらい上がったとね、言ってもいいような感じになっています。で、次のコーナー。次はね、少し時間軸を広げます。で、磁気型のハリアーがどうなるのか、それからなんで 1500W 給電が今までなかったのかという話をちょっと深くね、見ていきます。じゃあ磁気型ハリアーはどうなるのっていうのがちょっと気になる点ですよね。2020年6月のデビューで、2027年前後にはモデルチェンジされてもおかしくない時期に入っていきます。でも自分はね、ここで磁気型があるのかないのか、少しね、自分なりの考えを持っているので述べていきます。磁気型ハリアーは今のような専用ボディを持った独立車種としては出てこない可能性が高いなんてね、思っています。ハリアーという名前自体は残るかもしれないです。でも2020年から続いてきた上級ミドル SUV の専用モデルという枠組みでの磁気型は、来ないんじゃないかなーってね、ちょっと思うところがあります。で、その理由を5つ端的に話していきます。まず1つ目。2025年末にデビューした新型 RAV4 の存在です。Z グレードで490万円。PHEV に至っては600万円ということになっています。今までと違って RAV4 が同じ価格帯に来たんですよね。で、ボディデザインも相当ハリアー寄りというか、都会的未来的な感じになってきましたから、4WD っぽい RAV4 とはちょっと変わってきている。で、2つ目。じゃあハリアーの価格帯を上げればいいんじゃないかっていう話にもなってきますけれども、上にはレクサス NX がいます。NX の実売は、500万円台後半っていうか、600万円ぐらい。中身が違うというのはね、ちょっとここでは置いといてください。そんな感じでね、上に逃げればレクサスと食い合って、下に降りればラブ4以下になっちゃう。こんな感じなんで、トヨタ以上レクサス未満っていう、この微妙なところがね、ハリアーのイメージで言ったら、レクサスの方が合ってるかなといったところで、ちょっとね、食い合いが起きてくると。で、3つ目、北米での話。北米にね、ハリアーの北米版であるベンザっていう車がありました。名前はね、印象深いので、覚えてる方もいらっしゃると思います。で、これがね、2024年モデルを最後にして販売終了となっていました。そして、代わりに用意されたのがクラウンシグニア。このシグニアっていうのが日本で言ったらエステートだね。つまり北米ですと、ハリアーの役割はクラウンで果たすという決断がすでに下されています。そうなってくると日本だけ例外ってする意味がね、ちょっと薄いかなと。クラウンエステートをハリアーって呼ぶにはちょっとイメージ違いますしね。
で、4つ目。今回の2026年改良で PHEV を廃止して HEV に一本化した点です。磁気型を出す気があるんだったら PHEV を残して技術アピールをするのが自然な流れ。そしてそれをね、わざわざ削ってきたということは、モデル末期で縮小していって、ハリアーの存在もちょっとね、みたいなところになってくるんじゃないかと。で、5つ目。トヨタが推進している、クラウンのグローバルブランド化。SUV の領域をクラウンの方に集中するとして、で、日本専売のハリアーを別立てでね、二重に投資し続ける。ごめんなさい、噛んじゃった。クラウンと別にハリアー専用ボディのものを作るという合理性というのがね、正直言って今は薄いかなと。で、もう一つ。ハリアーがね、売れなくなって消えるんじゃないといった話です。もう本当、ハリアーが今までに作り上げてきた都会派の上質、上級 SUV という市場に、ラブフォーム、クラウンもレクサスも入ってきちゃいました。ハリアーが成功しすぎたからね、その価値がトヨタグループ全体に広がった結果、ハリアーは行き場所がなくなっちゃったと。もう本当、自らの成功によって自分の席を奪われちゃったっていうね。会社でもこういうことありません？そんな感じで自分は捉えています。ここまでが、自分が専用車種としての磁気型は出てこないという理由でした。ただっていう話が続くんですけれども、ハリアーというブランドが29年間続いてきて、で、日本市場での資産は無視できない大きさがあります。このネーミングをトヨタが捨てるとは思えないです。じゃあどこに残るのか。自分の予想で言うと、専用設計のボディを持った独立車種ではなくて、でもハリアーというネーミングそのものをどっかに使っていく。日本仕様専用のバッジとして生き残るんじゃないかなと。どっかでもしかしたらグレード兄弟車、何らかの形でね、ハリアーという名前が残るんじゃないかと予想しています。では次のコーナーいきます。1500W 給電がなぜ今までなかったのか。今回の改良で AC100V、1500W のアクセサリーコンセントが全車標準装備になりました。ラゲッジ右側に1個というところですね。で、これ普通に聞くとね、装備が良くなって良かったねで終わる話ですが、でも自動車業界全体を見渡すと、すごくね、びっくりするような逆転現象があったりとか、もうない車もね、いっぱいある。もう未だにですね。で、ある車で言うと、同じトヨタのアクア。200万円台のコンパクトクラスですが、このアクアがね、以前から全車標準装備していました。で、一方で400万円を超えるハリアーが、改良前まで9万円のメーカーオプションだった。高額なハリアーの方が、装備が貧弱というような感じでね、逆転していた。で、なんでこれがずっと続いていたのか考えてみます。で、この 1500W 給電っていうのが、意外とね、凝ったシステム、意外と異常だね。メカニズムと後付け不可能な理由から考えていきます。カー用品で売ってる市販のインバーターとは、ちょっとね、この純正のものは作りが違うんじゃないかと。12V の補給バッテリーから電気を取って、で、1500W を出そうとするとね、約 140A。140A っていうね、もうぶっ飛んだようなお家のね、ブレーカーと同じような電気が流れてる。で、ごめんなさい、電流だね。そんな太い配線を車内に巡らせることはできないですから、電流値が上がると、その分ぶっとい線が必要なんですよね。もう 140A って言ったらとんでもない線が必要になってくる。で、一方で、ハリアーはね、駆動用に 224V の高電圧リチウムイオン電池を搭載していて、最大で 650W 前後まで昇圧していると言われています。で、この高電圧側から 1500W を取ると、流れる電流はわずか 6A 前後という計算になります。電圧を上げれば電流が下がるという法則のおかげで、細い配線でも安全に大電力を運べるということになります。専用の DC-AC コンバーターは、駆動用バッテリー直近のジャンクションブロックから分岐させて、ラゲージの床面に配置されているというのが、仮説です。スペアタイヤを選ぶと、給電機能が非装着になることからも、この床下スペースに機能と配線で
それを配置していると考えるとね、納得がいきます。つまり 1500W の給電は、車両開発時に高電圧システムに組み込むしか方法がなくて、後付けでは不可能な純正専用装備になります。1500W を連続使用してバッテリー残量が減ると、自動でエンジンを始動して発電を始める。さらに万が一の際には、逆気電流防止とか緊急停止とか、整備時にプラグを抜くと給電が自動停止する安全機能もあるそうで、過酷な床下環境で 15A の連続出力に耐えうる、放熱とかの耐久性に関する部分。本当電気ってね、味方でありつつ最強に怖い敵でもあります。もう本当ね、電気怖いですよ。もう気をつけてね、皆様ね。そんな感じでね、電気は明智光秀って覚えておいてください。ここで競合他社が 1500W 給電をどう扱っているのかというのを見ています。ホンダの ZR-V、400万円前後でハリアーとのライバルですけれども、1500W の給電の設定自体が存在しないです。ホンダはね、ステップワゴンでこれがあるんですけれども、調べた段階ですとね、ZR-V はなかったです。あと、最近出た日産キックス。お値段ね、上級グレードで400万円台ですから、同じような感じですけれども、1500W の設定がないです。で、スバル。クロストレックのストロングハイブリッドは、ハリアーより安い価格帯でメーカーオプションになっていました。あと、カローラクロスが 4.5 万円のオプション。で、アクアが標準。つまりこの 1500W 給電というのがね、各メーカーがもう大事に温存していた、もうすごくね、貴重で多分市場に受けるという装備というのが予想できます。で、それをね、今、ハリアーにこれを搭載してきたっていったね、感じのマイナーチェンジになっています。じゃあなんでトヨタはこれを長年温存してきたのかって考えています。このオプションがね、一言で言ったらドル箱なんじゃないかと。推測してみますと、ハリアーが年間で5万台売れます。で、1500W 給電オプションの装着率が 30%。そうすると 1.5 万台。ハリアー1車種だけで、年間で8億円ぐらい、そのくらいの粗利を生んでいた計算になっていきます。トヨタ全体のラインナップで見ると、年間数十億円、それぐらいのね、超有料オプションだったわけと考えられます。では、なんでそれを手放して標準化したのか。一つは、災害ですね。特に大雨が多いね。車内給電の、社会の常識、あと、給電のアピールかな。次が、200万円台のアクアで標準化して時間が経ってきた。そうなってくると、なんで400万円台のハリアーで9万円取るのかっていう消費者への説明が苦しくなってきたんじゃないかと。で、もう一つその上の段として、ZR-V やキックスとかね、ライバルがまだ搭載していない今こそ全車標準化して圧倒的な商品差で、上級グレードだぞって、上級 SUV だぞっていうね、攻めの商品企画。これらがね、全部重なったんじゃないかっていうのがね、想像できます。では、次のコーナー。ネットの反応に物申す、いきます。今回はポジティブ参戦のネガティブ参戦で拾ってきましたので、一つずついきますね。まず一つ目。特別商社のグリルが PHEV のやつ。樹脂は艶ありブラック塗装。黒ずくめでかっこいい。やっぱり黒かっこいいね。特にハリアーの場合、ナイトシェードというネーミングもかっこよくて、光と影、コントラストの強さがビシバシ伝わっていきます。デザインと名前がつくものは、後からネーミングやテキストで価値を高めるもの。なので、それもクリア。自分が免許を取った時のことを考えると、黒い内装色っていうのがね、上級グレードにしか用意されていなくて、黒が欲しければ高いものを買うしかない。そんな消費者泣かせのビジネスがされていました。これは思い出される方も多いんじゃないかな。で、コメント2つ目。1500W という数字の意味、装備表だけ見ていると気づきません。防災という文脈で読むと重みが変わる一点です。これね、ちょっとガチで感想を述べます。ちょうどね、大雨が降って、道に動けなくなった車がいっぱいいるっていうのをね、自分も見てきた、本当経験してきたばっかりですからね。
もう自分家の目の前の通りがそんな感じでやばかったです。で、自分のところは、夜の大雨降って朝まで停電。スマホとか冷蔵庫とか、そのあたりが心配で、もう夜の停電っていうのはね、味わってみないと辛さがわかりませんでした。でね、近所には道路、水が溜まって、もう車のウエストラインまで水が達するほどで、不動車が止まっている。それどころか駐車場も水浸しでね、廃車一歩手前の車だらけでした。で、それ考えると、1500ワットの給電ポートがあるからといって、自宅で全てを補えるわけじゃない。少なくとも大雨が降ってる当日から翌日は、車ごとどこかに避難しなければならないんじゃないかと。そういったところをね、日頃から考えてみましょうというかね、考えなきゃなって自分自身思ったところです。で、コメント3つ目。改良されたハリアーいいじゃん。黒に乗るならこれがいいな。なんだけれども、汚れがね、それだけなのよ。黒が好きだと言っているうちは、絶対に買わないです。ごめんなさい。いやーでもね、黒はやっぱりね、いいです。もうコーティングしなくてもね、愛着があれば自分で洗車しますし、最近は洗車機も進化しているので、多少のお金を払えば洗ってももらえる。洗車機で傷がつくのが、塗装されたボディ部分より先に、プラパーツが先に擦り傷が目立って白っちゃけてくる。なので、気合い入れるんだったらね、そのプラパーツだけ養生テープを貼って洗車機に入れるなんて手もあります。自分もね、黒いボディすごい好きで、めちゃくちゃ大事にしていた時期がありました。とにかくね、買ってしまえばなんとかなると思います。一つ心配事を挙げさせていただきますと、洗車で水をかけると、レンズ効果でシミになるだけではなくて、奥の塗装が焼けてしまう心配がある。炎天下で洗車できないのが面倒でした。朝早くか夕方にやるしかなくて、でも水が乾いてしまったらアウトなので、なるべく一部分ずつ水をかけるとか工夫が必要です。でもね、それを考えるのもまた面白い。では4つ目いきます。ここからはネガティブな方ですね。改良という名の解約3台同時化。ハリアーはガソリン車と PHEV 廃止で HEV のみに、どんどん選択肢がなくなっていくねと。2026年の夏から秋にかけて、めちゃくちゃ多くの車がマイナーチェンジされるんですよね。一時期の不正とかで遅れていた部分が一気に来たと。なんでかって言ったら多分ね、今やらないと規制に追いつかなくて、間に合わなくて、もう2027年からね、販売中止できなくなっちゃう可能性が出てきたんじゃないかなって思っています。ということでね、3台が何を指しているかわからないですけれども、解約参戦、値上げ多いからね。で、真面目にね、ちょっと固定させていただきますと、売れないグレードを減らしていくのは商売としては当然でしょうし、自分がトヨタのお偉いさんだったら、当然そうします。本当、車って競合が少ない商品だから、これを繰り返すと車の値段はどんどん上がっていく。PHEV が、中途半端な点っていうのが強くて、なのでまだいいと思うんだけれども、ガソリンモデル、同じハリアーという車を安く買えて、少し頑張れば買える価格帯のガソリンモデルがなくなって、全体の価格が上がっていくというのが本当に辛いね。自分も最初ね、ハリアー299万円スタートだったガソリンモデルが、すごく良いなと思って、それはその価格から興味を持ちました。で、コメント5つ目。300万円台のグレードが消えて、439万円からとなったけれども、これによってさらに売れなくなるのでは。非ハイブリッドの安いのも残さないと販売的に厳しいかもと。最初にトヨタ側の気持ちになって考えてみますと、販売台数が重要なのか、それとも実際の利益が重要なのかで変わってくると思います。例えばこれがカローラだったら、世界一の販売台数、歴代1位の車というね、その名前で争っているので、台数が重要だと思う。でも、ハリアーは違います。アッパーミドルで、国内で言えばプレミアム系の SUV だから、利益が目的になるでしょうし、ユーザー目線でも、高いからこそ価値があるという気持ちがあるかもしれない。高いものはプレミアムっていうのが資本主義社会では生まれた時から染みついているでしょう。なので、生まれてじゃない、ごめんなさいね。なので、売れなくなるかというと、どうだろう。
最近は車全体が値上がりしているので、プレミアムブランドと考えたら439万円は高いとは言えなくなってきた。ミドルクラスプラス100万円。やっぱ高いか。結論としては、商売的には厳しくなるどころか、下手したら良くなるかもしれないんじゃないかなっていったところです。で、コメントを6つ目。ハイブリッドの瓶になってコンセントつけて値上げ。フェイスリフト入らなかった理由等々、納得いかないって言ったのが続くのかな。そんなところだね。値上げはムカつきます。で、1500ワットのコンセントを用意してくれるのは、実はすごく大変だと思うんだよね。場所によっては親指より太いようなぶっとい配線を通さなきゃいけないかもしれない。いくらその辺がモジュール化されていると言っても、簡単には設置できないし、さらに排熱の問題とかもあるし、オプションで設けていた部分を手放さなきゃいけない。なので、それなりの価値がある装備だと思います。フェイスリフトに関しては、自分はね、このモデルではもうしないと思っていて、それはずっと動画で言ってきました。なんといっても、ハリアーが3年4年と経っていても、それでも販売上位をキープしている時に、フェイスリフトって噂が出てきて、でもね、その時から、大掛かりな造形変更はしないんじゃないかと。販売がね、よほど落ち込まなきゃしないよねと。でも落ち込んだらする予算が確保できないでしょっていうのをね、思っていました。それからね、あとね、もし失敗したら担当者やばいことになるでしょうし、それあたりね、全部含めて、売れているものをわざわざ買えないんじゃないかというのはね、思っていました。で、それがね、今、デビューから6年、7年近く経ってきたところで、時期型があるのかないのかっていう方が最近の話題としては合っているんじゃないかなと思います。以上、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。